はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回は11月の双子座さんのラブメッセージということで恋愛に特化した動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。もし今ねパートナーがいらっしゃるとか、片思いをしているとか、誰か恋愛じゃなくても特定の誰かとの関係になんか注目しているという方、悩んでいるでもいいし、もっと仲良くなりたいでもいいし、そういう方はその方を思い浮かべて見てみてください。そして今特に特定のパートナーいないんだけど、これから出会いが欲しいなと思っている方、どういう方と出会っていきやすいのか後半見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。今回ちょっと恋愛に特化した動画撮るの初めてなので、何かしら感想をいただけると嬉しいです。辛口コメントもね、覚悟して読ませていただきますのでお願いします。行きましょう。はい、じゃあ見てみますね。ちょっと無言にならせてください。今その関係している方との関係性非常にいいですね。お互いにお互いを思いやり合っているっていう感じがして、その状態がどうとか、なんていうかな、お互いの状況がどうとか状態がどうとかではなくて、お互いに感情をちゃんと出し合って、そこが融合されているよということで、思いやりのある関係性で成り立っているって感じがします。とても。なのでいいな、優しそうだなみたいな感じがしましたね。そしてただ双子座の皆さんはじゃあなぜこんな風にうまくいってるかって言った時に、一つ自分の至らなさとか、自分の中で良くないと思ってることをちゃんと打ち明けたりとか、相手に前もってそれを伝えたっていう感じがあり、それが信頼につながったっていう感じがするんですね。そして相手方は、非常にありがたく思っている双子座の皆さんの存在を、そんな風に話してくれたこととか、自分を認めてくれたことに非常にありがたく思っていて、今の双子座さんとの関係をとても大事にしている感じがします、先方は。なのでなんかこれはもうなんか疑いようがない、価値あるものっていう感覚があるんですね、向こうからしたら、先方からしたら。なので何かじゃあもう少しそれを、お互いの関係性を進展させましょうとか、じゃあもう少し進めていきましょうみたいな、感謝してるしありがたい関係だからこそ、何かこの感謝というか、この状態を維持するために何かしたいみたいな感じがあります。でもそれはちょっと先方からしたら怖いことみたいなね、何かを犠牲にしてしまうんじゃないかとか、何かを犠牲にしなければできないことなんじゃないかみたいな思いがあって、ちょっと勇気が必要なんですよね。でもそうしようかなって思うぐらい双子座の皆さんに価値を感じている感じです。でそれに対して双子座の皆さん非常に臨機応変のエネルギーがもともとあるので、相手に合わせているという感じですね。自分からこうしたいっていう、積極的な能動的な動きというよりも、なんかもう自分はこうですみたいな手のひらを手の内を見せて相手の出方を待つみたいな感じがして、でも十分その先方はそれでも双子座の皆さんのことを認めているしいいんですけども、もう少しなんか積極性があってもいいなという感じがしました。双子座の皆さん合わせているって感じがしますね。なんか自分の中でどうしたいかなって思った時に、もっと喜びたいんだとか楽しみたいんだっていう思いがあるなら、それを表明してもいいと思いますよ。カードからのメッセージとしては、何も2人で成し遂げなくても、さらに第三者などの意見とか誰かを入れてもいいし、とにかくいい形で喜べる状態に持っていってくださいみたいな感じがしたんですね。どっちかが犠牲になって何かを成し遂げるとかじゃなくて、他者に頼りながらでも、誰か助けを入れながらでも複数人で喜ぶことができますよと、今の関係を。でも2人だけで何かをやろうとしたら非常に遠慮がちになってしまい、動きが鈍くなるって感じが出ています。なのでもしどちらかがちょっと動きづらい状況なのであれば、そこにヘルプっていうかね、何かを足して
動きを入れてくださいって感じがしましたね。そうね、ちょっと待ってくださいね。なんだかね、双子座の皆さんが感じてる以上に相手の方のエネルギーがどっしりしてるんですねなぜか双子座の皆さんはちょっと器用にね、こう臨機応変にこう来たらこう返すし、こう来たらこうできるしみたいな感じ、どっちでも対応できるよみたいな感じがあるんですね。もし向こうが少しでもちょっと距離を置きたいと思うならいつでもいいですよ、距離を置いてもいいですよみたいな感じがあるし、もっと会いたいみたいなことを言ってきたら、じゃあ何とかしようかっていう気にもなるし、相手の行動にいつでも動けるようにこう調整してるみたいな感じがあるんですけど、相手はもっとどっしりしてるんですよね。そんな表面的なことだけでこうどうこうしようとしてない、もっと長い目で見てるって感じがあります。ただ今は前半はまだいいにしても後半ちょっと動きにくくなるのかなって感じがするんです、何かで。なのでその間はなんか先方の動きが鈍いがゆえに、ちょっと双子座の皆さんはいろんなこと余計なことを考えそうだなと思ったので、いやいやそれであればまめに連絡取るなり状況を聞くなりして、また第三者の方を入れるなりなんなりして、関係性っていうのはうまく喜びに包んでおいてくださいねって感じかな。疑いじゃなくて喜びのエネルギーで維持しておいてくださいねって感じがします。なぜならばせっかくこの関係性っていうのはお互いの思いやりが一番強いコネクションになってるからって感じがしたんです。はい、どうでしょうか何かしら参考になりましたでしょうか。ちょっとここからこれからなんか出会いが欲しいよとか、またはすでにパートナーがいる方も、じゃあこれからどうなっていくのかっていうね、これからの流れをねちょっと見てみますね。まあそうね、ちょっと見てみますね。はい、では見てみます。言ってきましょうかね。ペンダクスの8、お月さんの逆、ソードさん逆、ワンドキング、ソードのページですね。そしてペンタクス5にソード2、ペンタクス9逆、カップのナイトにカップのページ逆、そしてワンド8、カップ8の逆、ワンド2の逆、カップエース逆、オラクルがソードのキングですね。そうですね、もしこれから新しい出会いを求めてらっしゃる方は突然来るっていう感じがしますので、突発的に飛んでくるって感じがするので、なんか例えばメールとかそういうね SNS を通しての何か連絡が来たりっていうのはあるかもしれませんね。要するに日常生活の中で、これから出会うであろう可能性としてお話ししてますけども、日常生活の中というよりもやっぱ遠くに住んでる人で、そういう SNS とかネットを通して関わるチャンスがあるんだなって感じがします。でそれに対する嫌悪感みたいなのが双子座の皆さんにあるかなって感じがしますね。アプリのね出会いにしてもなんかそういうのは嫌だなっていう感じてるっていう感じかな。だからすごく信用してないんですよね、相手のことを。そもそも新しい出会いって欲しいんですかね。本当に欲しいっていうよりも、なんかさっきもちょっと一般的なね流れの中で人間関係って見た時にすごく求めてるっていうよりも、もうこれ以上乱されたくないんですみたいな気持ちの方が強くて、こう動きがあんまり欲しいわけじゃないみたいな感じだったんですけど、今恋愛という対象で見てもやっぱりいやもうどうせ無理ですからとか、いやもうそれどころじゃないんですよみたいな感じがあり、とにかくしんどい思いをしたくないっていう防衛の方が強くて、新しい喜びを手にしようとか嬉しいことを経験しようみたいな、そういう期待っていうものが
とても低いんだなっていうふうに思います。ですでに今パートナーがいらっしゃるとか、すでに今楽しんでらっしゃる方でも、なんとなくその明るい未来を描くというよりは、いやもしかしてこれがダメになったらどうしようとか、気持ち離れていくんじゃないかとか、そういう気持ちが強くなってるってことだと思うんですね。そしてさっき見た関係性のところでも、なんか自分がどうこうしようっていうよりも相手に合わせようっていう感じがあって、その方が傷が最小限で済むからみたいな感じでいますが、動かないことによって事態が縮小していくみたいな感じがあると思うんですよね。なので今見てるのは非常に、要するに、期待値が少ない感じがするんです、双子座さんの中で。なのでやっぱりそれは、運勢的にもちろんうまくいきやすい時とかちょっと注意の時はありますけれども、運勢では決して悪くないんです。パートナーシップね。でむしろこっから良くなるわけじゃないですかっていう時に、なんだか自分が全部色眼鏡で全部を曇らせて見れるのはすごくもったいない感じがします。なのでちょっとふとね、ちょっと冷静になって、あれ私今ちょっとパートナーシップに関してすごい疑ってるかなとか、そういえばあんまり期待なかったなみたいな感じで、ちょっと冷静にニュートラルに自分の感覚を見てみてください。そうすると何も誰も自分のことを傷つけようとしてないしとか、別にそうだよなって、別に何も問題ないしっていうことに気がつくかもしれません。でそこから来る相手からの素直な連絡や、申し出だったりとか関係性、普通に飲みに行こうよでもいいかもしれないし、そういうのを普通に乗っていくことによって、悪くないんだみたいなね感じで、急にちょっと心がほっとするって感じもあります。ここでやっぱりカップのナイトっていうカードが出てるので、これは非常に誰かからの優しい思いを受け取るよっていうことなんですね。なのでロマンティックな関係かどうかは分かりませんけれども、もしそれを望んでいる方にとっては何かしらのアプローチがあるのかもしれないし、またすでに付き合ってますよという方にとっては、向こうはあからさまな嬉しいことを言うわけじゃないけど、自分の気持ちが少し余裕を持ってその相手の言動を見てみれば、すごい実は思ってくれてたんだなとか、あの時のあれってそういうことだったんだなみたいな、すごくそれが分かり、相手の愛をやっと受け取れるねみたいな感じで出てます。なのでちょっとタイムラグはあるけれども、ちゃんと愛を受け取れるんだなって感じは出てますよ。ただその後それを持続していくかって言った時に、またねちょっと引いたりとかして、もう十分感じたのでこれぐらいでみたいな感じで、ちょっと間を置いたりとか距離を置いたりとか、とにかく迷惑かけないようにとか嫌がられないようにとかっていう感じで非常に引いてますね。積極的に能動的に自分が楽しみたいから楽しむとか、関わりたいから関わるっていうわけではなく、引いた状態で様子を見て、批判されないようにうまく立ち振る舞おうとしているっていう感じが出てます。そういう感じなんだなってご自身で思った上で、どうしたいかっていうのは皆さんがね決めていっていただいたらいいですから。ただ今出てるのは意外と今月というか11月にそうやってチャンスがある、飛んでくるみたいな感じがあるので、誰かからの申し出があったり紹介があったり、急に展開はあるなって感じがしますよ。でその展開をちょっと信じてみることによって、バババって急に良くなって、ほわっとしたエネルギーが体の中に来る感じがします。ただそこに至るまでが非常に硬いんですね。いやどうせとかいやそんなの危ないとかおかしいとか、そういう感じがあるので、冷静に見てるんだなっていうことを自分でも自覚した上で、喜びを選択していくっていうふうに自分が決めてください。愛情を受け取っていくっていうふうに決めてみてください。はい、ということでこんな感じです。何かしら本当にいかがでしたでしょうか。良かったよっていう方はいいねボタンやコメントで教えてください。でもちょっとこうしてほしいなみたいなご意見があれば、それも教えていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。